はい、こんにちは。山下夏実です。今回はスキムボードの映像、結構クオリティがいいライディングの映像をまとめていったんで、ぜひご視聴よろしくお願いします。流し波がほとんどかな。流し波とトリック、それに関わってくるコンビネーションであったりとかっていうのがメインの映像かなと思います。ぜひ参考になればいいかなと思うのでご視聴よろしくお願いします。基本、一箇所だけ割れて最後の巻きが甘いパターンが多いかな。流し波であればこういう波の時はスープから当てて最後巻かない場所とかに前に出るっていうのがいいかな。先端で当てようとするとレールが入んなかったりとかパワーもらえなかったりするので、必ずスープから当てる。今のとこもいいね、トリックまで。で、こういう波でコンビネーショントリックをやるときは2通りぐらいあって、例えばテイクオフして、で、これとかスープに当てるんだけど、この巻かないとこを下りながらトリックをかけるっていうやり方が一番やりやすいかなとは思うんですけども、あとはリッピングしながらトリックをかけるパターンの2種類が基本かなと思います。で、こういうブレイク、1箇所ブレイクして、で、その先がちょっと巻きが甘くなるパターンの流し波だったら、基本は下りながら巻かなくなるところでエアして降りたりとか、そのまま一気に下ってってボトムであったりとかサンドドロップするような場所でトリックをかけていく、そういう使い分けかなと思います。降りながらトリックをかけるイメージですね。それが一番分かりやすいと思います。さあ、これは結構サイズあるな。いいですね、横に走って。で、オーリードロップ。基本はオーリードロップからやっていけるといいかなと思います。今回結構オーリードロップの映像がメインなんですけど、流しからの。それが一番やっぱり難易度的にも非常にやりやすいかなっていうふうに思います。さあ、これ結構良さそうだな。オーリー高いね。3ショービットまで。コンビネーション。そう、今みたいにしっかり加速できるポジションを見極めたりとか、あとはターンがしっかりうまくいってると、今みたいに2トリックいけることが多いかな。あとは目線かな。流し波は特に。流し波があって、ターンした後ですね、レールが少し抜けやすいんですよね。自分の行きたい進行方向とあまり合ってない方向を向いてしまうと。なので必ず、ロングライド、レールを入れ続けるっていうためにも、しっかり進行方向は見てあげるようにした方がいいかな。そう、こういう感じです。今のは軌道修正入れましたね、インサイドで。これ、180今書き落としたけど、ちょっとタイミングずれましたね。さあ、これはオーリードロップ、高い。いい感じです。さあ、これはちょっと難しいけど、180で降りましたね。
で、板安定しないところをスイッチでストールさせて、逆に安定するまでの今、時間を作りました。さあ、パンピングで合わせながら、オーリードロップ。さあ、これちょっと先が割れちゃったから、横流せなかったですね。さあ、これは好みだけど結構いい波。本当だったらワントリックかけたいけど、今のはレールが少し抜けましたね。下ってくるときに。さあ、うまい。スムーズなターン。パンピングで合わせていく。こういうね、手前がちょっとウォータードロップが難しいというか、デッドウォーター気味になってるところでの、この、流し波を取るときは、サイドウェイアプローチより、しっかりパンピングアプローチをした方がいいですね。面が整ってるときはいいんですけど、今のとかも最初サイドウェイでしたんですけど、アプローチを。やっぱこういうギャップとか手前に小さい波があるときに1枚越えた後サイドウェイするのがかなり難しいので、しっかりそこはうまく合わせながらやっていく感じでやっていけるといいのかなと思います。今回はほぼ流し波でしたが映像をまとめていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。Ouch!